創世記第14章。古の時代、世界は巨大な帝国と孤立した王国が入り混じる場となっていました。シュメルのアムラペル王、エラサルのアリオク王、エラムのケドルラオメル王、そしてゴイムのテダル王は、広大な領土を支配下に置く強力な同盟を組んでいました。彼らは絶大な力と影響力を背景に、周辺国に対する支配を強化していました。しかし、平和の裏で不満は渦巻いていました。12年間の支配と従属の年月が過ぎ、エラムのケドルラオメル王の下で平和は保たれていました。ソドムのベラ王、ゴモラのビルシャ王、アドマのシナブ王、セボイムのシェメベル王、そしてベラの王は、ケドルラオメルの強力な支配のもと、外敵の脅威からは守られていましたが、彼らの心には自由への渇望がじわじわと広がっていました。ケドルラオメルは、彼の統治が絶対であるとの自信に満ち溢れており、従属している王たちもまた、彼の強大な軍事力によって平和が保たれていることに感謝していました。しかし、この感謝の裏で、王たちは徐々に自らの主権を取り戻す方法を探り始めていました。13年目のある日、ソドムのベラ王は他の王たちを秘密裏に招集しました。彼らはケドルラオメルの目から逃れるため、荒野の中の隠れ家で会合を開きました。ベラ王は力強く訴えました。我々の土地と民を自分たちの手で守るべき時が来た。もはや他者の支配に身を任せる時代は終わった。ビルシャ王とシナブ王は当初、この提案に慎重な態度を示していましたが、セボイムのシェメベル王とベラの王がこの反乱計画に熱心に賛同し、その決意に感化された結果、最終的には全員がこの反旗を翻す決意を固めました。彼らはケドルラオメルに対抗するための計画を密かに練り上げ、各地から支援を求めながら戦力を秘密裏に増強していきました。しかし、その動きはすぐにケドルラオメルの耳に入り、彼はこれを裏切り行為とみなし、怒りに震えました。忠誠を誓った者たちが反逆するとは、許しがたい裏切りだ。彼は述べ、直ちにこれらの王たちを制裁するための軍を動かすことを決定しました。このようにして、かつての臣下たちとの間に新たな戦いの火種がまかれ、かつて静かだった砂の海に再び戦の嵐が巻き起こり始めたのでした。反乱を起こした王たちに対する一連の攻撃が始まる中で、ケドルラオメルと彼の同盟王たちは、その軍事力をさらに強化するために、周辺の諸族にも手を広げることを決定しました。彼らはまず、アシュテロトカルナイムに住む巨人族レファイムを討伐することから遠征を開始しました。レファイムはその巨大な体育と凶暴な性格で知られ、周辺地域から恐れられていましたが、ケドルラオメルの軍はこれを圧倒する強さを見せつけました。次に、彼らはハムの地へ進軍し、そこでズジム族と対峙しました。ズジム族は戦闘技術に長けており、その地域で支配を確立していましたが、ケドルラオメルの軍は巧みな戦略と統率の取れた軍隊の力で、ズジム族を撃破しました。その後、軍はシャベキリアタイムに進軍し、そこでエミム族と遭遇しました。エミム族はレファイム族に匹敵するほどの強力な戦士たちであり、彼らとの戦いは特に熾烈を極めました。しかし、ケドルラオメルの軍は夜の闇に乗じて奇襲攻撃を成功させ、エミム族を退けることに成功しました。最終的に彼らはセイル山地へと進み、そこに住むホリ人たちとの戦いに挑みました。ホリ人たちは山岳地帯の厳しい環境に適応した生活を送っており、その地理的な利点を生かした防衛戦術を巧みに使いこなしました。しかし、ケドルラオメルの軍は地形を巧みに利用した戦術でホリ人たちを圧倒し、エルパランの荒野にまでその勢力を拡大しました。これらの連勝により、ケドルラオメルの権威はさらに高まり、彼の支配下にある地域は安定と繁栄を享受するようになりました。しかし、これらの勝利がもたらしたのは地域の平和だけでなく、彼の軍隊の士気も高まり、今後のさらなる征服活動への自信にもつながりました。ケドルラオメルとその同盟王たちの軍隊は、これまでの戦勝に勢いを得て、さらに南へと進軍を続けました。彼らの次の目標はエンミシュパトで、
そこはアマレク人とハゼゾンタマルに住むアモリ人が支配する豊かな土地でした。この地域は肥沃な土壌と戦略的な位置から周辺地域の支配をめぐる争いの中心地でした。ケドルラウメルの軍はまずアマレク人の領土に侵入しました。アマレク人は過去の侵略者たちを何度も撃退してきた勇敢な戦士たちでしたが、ケドルラウメルの戦略はそれまでのどの敵よりも洗練されていました。彼らは迅速にアマレク人の防衛線を突破し、多くの村を手中に収めました。その後、彼の軍はハゼゾンタマルへ進み、そこでアモリ人との決定的な戦いに挑みました。アモリ人は古くからその土地に住む住民であり、彼らの頑強な抵抗によって戦いは一層激しさを増しました。アモリ人は岩が多い地形を利用した防御戦術でケドルラウメルの軍を苦しめましたが、彼の軍隊は連勝の経験を生かし、巧みな包囲戦術と野襲を駆使してアモリ人の抵抗を次第に打ち砕いていきました。長い攻防の末、エンミシュパトはついに陥落し、その豊かな資源と戦略的な位置はケドルラウメルの支配下に置かれました。アマレク人とアモリ人は敗北を認め、ケドルラウメルの支配を受け入れることになりました。この勝利により、ケドルラウメルとその同盟王たちはさらにその威信を高め、征服された土地の住民たちに新たな秩序と安定がもたらされました。しかし、彼らは常に次の戦いに警戒しており、平和が決して当たり前ではないという教訓を深く心に刻んでいました。ケドルラウメルの圧倒的な勝利の後、反乱を起こしたソドムとゴモラの王たちの間には不安と緊張が漂っていました。彼らはケドルラウメルの軍勢が迫る中、必死の決断を下しました。戦の舞台となったのはシッティムの谷です。この谷はその得意な地形で知られており、無数のタールの穴が地面を覆っていました。ソドムのベラ王とゴモラのビルシャ王は、他の反乱王たちと共に谷での防衛戦を計画しました。彼らは谷の地形を利用して、ケドルラウメルの軍を撃退しようと考えました。タールの穴が多いこの地は、不慣れな者にとって非常に危険な場所であり、地元の王たちはこの地形を自らの優位性に利用しようとしました。しかし、戦いが始まると、計画の不備が次第に明らかになりました。ソドムとゴモラの軍は勇敢にケドルラウメルの進軍に立ち向かいましたが、その戦力差は歴然としていました。戦いは熾烈を極め、ケドルラウメルの軍は容赦なくソドムとゴモラの防衛線を打ち破っていきました。最悪の事態は、戦いが激化する中で、多くのソドムとゴモラの兵士たちがタールの穴に落ちてしまったことでした。これらの穴は非常に粘着性が高く、一度落ちるとなかなか抜け出すことができませんでした。多くの兵士がその場で動けなくなり、敵の攻撃にさらされるという無残な状況に陥りました。結局、ソドムとゴモラの軍は総崩れとなり、生き残った者たちは山へ逃れました。ベラ王とビルシャ王もまた、わずかな護衛とともに命からがら脱出することに成功しましたが、彼らの王国の多くは略奪され、多くの民が捕虜として連れ去られてしまいました。シッティムの谷での敗北は、ソドムとゴモラにとって深い屈辱となり、その後の歴史に暗い影を落としました。この戦いは、地の利を生かす戦略が他の要素にどれほど影響されるか、そして準備不足がどれほど致命的な結果を招くかを痛感させる出来事となりました。シッティムの谷での戦いが終わり、ケドルラウメルの軍が勝利を収めると、多くの市民が略奪されるか捕虜となる運命に追い込まれました。その中には、アブラムの甥であるロトも含まれていました。ロトはソドムに居住し、その地での生活を楽しんでいましたが、戦争の波が彼をも飲み込むことになりました。戦いが終わった直後、一人の逃亡者がアブラムのもとへ急いで報告に来ました。彼は、息を切らしながらアブラムが暮らすマムレの大木の近くに駆け寄り、こう告げました。アブラム様、大変な知らせです。ソドムが敗北し、ロト様が捕虜として連れ去られてしまいました。この知らせを聞いたアブラムは驚愕し、直ちに行動を起こす決意を固めました。アブラムはこれまで平和に牧羊を営み、周囲の民族と友好的な関係を築いてきましたが、家族の一員が危機に瀕しているという事態に直面し、
ただ手をこまねいているわけにはいきませんでした。彼は家族を守り、甥のロトを救出するため、自ら行動を起こす決意を固めました。アブラムは直ちに自らの家来を招集し、訓練された318人の男たちを率いて、ロトが連れ去られた方向へと追跡を開始しました。これらの男たちはアブラムの家で生まれ育ち、彼の指導の下で戦闘技術を身につけていました。アブラムは家来たちに対し、今回の戦いが単なる戦争ではなく、家族を守るための戦いであることを強調しました。彼らは夜を徹して進み、ケドルラオメルの軍が最後に目撃された場所であるダンの地まで急ぎ足で向かいました。アブラムはロトの無事と救出を祈りつつ、長い夜の道のりを進みました。彼の心には、家族への深い愛と老いを無事に救い出すという強い決意が込められていました。アブラムと彼の忠実な318人の訓練された家来たちは、ダンへの追跡を急いで続けました。夜を徹して進む彼らの姿は、まるで疾風のように荒野を駆け抜けていました。彼らの心には、ただ一つ、ロトとその一行を救出するという燃えるような決意が宿っていました。追跡の途中、アブラムは道中で遭遇する可能性のある多くの危険に備え、巧妙な戦術を立てました。彼は自らの部隊を小規模なグループに分け、敵に気づかれないよう慎重に敵陣へ接近する作戦を立てました。ダンの近くでついにケドルラオメルの軍の後衛を発見し、夜の闇に紛れて奇襲を仕掛けることに成功しました。アブラムの部隊は、驚きと混乱に陥った敵軍を巧みに打ち破りました。彼らは敵の隙を突き、的確に敵を制圧していきました。戦いが激しさを増す中、アブラムのリーダーシップと部隊の勇敢さが際立ちました。彼らは敵を追い詰め、ダマスカスの北に位置するホバまで追撃しました。この勇敢な追撃の結果、アブラムはロトとその財産、さらに囚われていた女性たちやその他の人々を無事に救出することに成功しました。彼らは感謝の気持ちを胸に、無事アブラムの元へ戻ることができました。アブラムは家族一人一人を大切に抱きしめ、彼らが無事であることに心から安堵しました。この救出劇は、アブラムとその部隊が夜を徹して行った勇敢な戦いのおかげで成功を収めました。彼らの行動は、家族を守るためならどんな困難にも立ち向かうという強い意志を示したのです。アブラムは単なる豪族ではなく、真のリーダーとしての資質を持った人物であり、彼の勇気と決断力は多くの人々に希望と救いをもたらしました。この出来事は後世に語り継がれる英雄譚の一つとなり、彼の家族や従者たちの間で尊敬と称賛の対象となりました。敵を打ち破り、ロトとその一行を無事に救出した後、アブラムは帰路につきました。しかし、その途中、シャベの谷で予期しない出会いが待っていました。そこで彼はソドムの王と対面することになりました。この王は、かつての戦いで敗れ、その土地と民を失ったものの、かろうじて命を保っていたのです。ソドムの王はアブラムの前に現れ、深く頭を下げました。彼はアブラムに対し、敗戦の中でロトをはじめとする多くの人々を救出したことに、心から感謝の意を示しました。王の表情には、敗北の悲しみとアブラムの勇気に対する尊敬が入り混じっていました。アブラムはソドムの王に慰めの言葉をかけました。戦いには勝者と敗者がいますが、今日ここにいる私たちは互いに生き延びた者として、新たな道を切り開くことができます。ソドムの王は、アブラムの言葉に深く感銘を受けました。あなたのような方がこの荒れた土地に平和をもたらすのであれば、私はその支援を惜しまないでしょう。王はアブラムに対して述べ、自己の敗北を乗り越え、未来への展望を語りました。この出会いは、両者にとって新たな始まりの瞬間であり、アブラムの人格とリーダーシップが周囲から一層尊敬される要因となりました。シャベの谷でのこの出会いは、アブラムが単なる戦士ではなく、平和を愛し、人々を導く賢者であることを改めて証明するものとなりました。アブラムがシャベの谷でソドムの王との和解を果たした後、彼の次の出会いはさらに意義深いものとなりました。セーレムの王であり、
最高神の祭司でもあるメルキゼデクが、アブラムの戦いでの勝利とその高潔な行動を称えるために現れました。メルキゼデクは、神の恵みを象徴するパンとワインを手に持ち、アブラムを出迎えました。彼の姿は威厳に満ち、その表情には深い平和と知恵が漂っていました。アブラムが近づくと、メルキゼデクは温かく微笑み、澄んだ声で言葉を紡ぎ始めました。アブラムよ、最高神、天と地の創造者によって、あなたは祝福されます。あなたの手によって敵が打ち倒され、多くの命が救われました。今日、私はこのパンとワインをもって、あなたの勝利と神への信仰を称えます。メルキゼデクはその後、パンを裂き、ワインを注ぎながら、アブラムとその同行者たちに分け与えました。この行為は、彼らが共に神の恵みを受け、その恵みを共に分かち合っていることを象徴していました。アブラムよ、神があなたの敵をあなたの手に渡されたことを称えて、このワインを飲みなさい。そして、天と地の創造者である神が、あなたをどのように導き、守ってくださるかを知りなさい。この祝福の言葉を受けて、アブラムは深く感動し、メルキゼデクに感謝の意を示しました。二人の間には、単なる礼拝以上の深い絆が生まれていました。この出会いはアブラムにとって、神の存在とその導きを再確認する機会となり、彼の信仰はさらに強固なものとなりました。この祝福の瞬間は、アブラムの旅路における重要な節目となり、後に彼がさらなる試練や使命を果たしていく上での精神的支柱となりました。メルキゼデクによるこの祝福は、アブラムが今後直面するであろう困難に対しても、神の恵みと導きが常に彼と共にあることの証となったのです。シャベの谷でメルキゼデクから祝福を受けた後、アブラムは再びソドムの王と対面しました。ソドムの王は、敗戦の中で失った市民を救出してくれたことに感謝し、自らが失った人々を返してほしいと頼みました。彼の声には、敗北した王の苦悩と、生き残った民への責任感がにじみ出ていました。アブラムよ、あなたの勇気によって多くの者が救われました。私の民も、あなたが救出した者たちの中にいます。どうか彼らを私に返してください。私はあなたに多大な報酬を提供することを惜しみません。ソドムの王は切実に語りかけました。しかし、アブラムはソドムの王の提案を静かに断りました。彼の答えは、誠実で公正なものでした。王よ、私は戦いにおいて神の導きに従って行動しました。従って、あなたの贈り物や報酬は受け取ることができません。私は、自分と共に行った者たち、アネル、エシユコル、マムレとその兄弟たちの分け前だけを受け取ります。それ以外のあなたの財産は一切必要ありません。アブラムのこの言葉は、彼がソドムの王やその財産に一切依存していないことを示していました。彼は自分が得たもので豊かになることよりも、公正と道徳を重んじていました。あなたの民は無償であなたのもとへ戻るべきです。アブラムは優しく、しかし断固として王に告げました。ソドムの王はアブラムの言葉に深く感銘を受け、その高潔な態度に敬意を表しました。あなたのような人物がこの地にいることを神に感謝します。あなたの正義と慈悲に感謝します。王は述べ、アブラムの決定を尊重しました。この対話は、アブラムが単なる戦士ではなく、高い倫理観を持ったリーダーであることを改めて示しました。彼の行動は、後の世代にも語り継がれる道徳的な教訓となり、多くの人々に影響を与えることとなりました。